佐々木綾子さん、当時37歳。爆心地から 1.8km の吉島羽衣町の自宅で被爆しました。当時、佐々木さんの夫はビルマに出征していました。県立一中に通っていた息子と2人暮らしでしたが、その日、勤労奉仕に出かけたまま帰らぬ人となりました。佐々木さんは亡くなった一人息子が身につけていた衣類を今も大切にしまっています。また息子が閃光に焼かれた時履いていた靴は資料館に寄贈されています。これがその家具に取った帽子なんです。これはボロなんですが、あれが書いたものなんです。でこんなのがこれが一中入りました時のボロなんですが、これは一中はこの皆黒い筋を入れて折ったんです。まあ一中入っていて喜んだんですよね。何にももう残っとるものもないです。8月6日の朝はね、ご飯を食べる時にね、そんなことを私と2人でね食事しとったんですが、今日は空襲があっても帰らんよ言うて出ていったわけですからね。それで今日は明治橋みんな集まって、それから一応行くんだから言うて朝早かったんですね。その日は千田町の勤労奉仕台言いますから、朝6時半頃にはもう出て行ったと思うんです。朝が早かったんです。それでその時にもうちょっとなんか羽衣町の2丁目ぐらいに、私も2丁目ですが、私は南大橋渡ったところだったですが、もう一つなんて言いますか、天野さん言うて13学級の級長しとった子がおりましたが、それとものすごい仲良しでしたから、それとまた朝一緒に行ったんです。それがなんて言いますかね、南大橋を私は渡ったところをちょっと生死の煙突がございましたが、そこのところに私は住んでおりまして、その天野さんいう方はもう南大橋渡ったところの方に住んでおられましたから、よく遊びにもおいでますし、いろんなこと今でも、それと片岡さんいうてね、今名古屋大学の教授しとる方があります。その方とものすごい友達でしたから、よく行ったり来たりしておりました。それだからその3人4人、片岡さんに天野さんに私のうちの子と八田ヶ谷さんと4人が明治橋集まって毎朝行ったわけです。千田町勤労奉仕に行くから、今日は空襲があってもね帰らんよ言うて出て行ったんです。最後に言った言葉が今の言葉ですか？はい。ですから空襲があっても帰らん言うたですから、行く文化なんかこうような気がしたんじゃないかと。
よく前に言うてました。なんて靖国神社も祀ってもらう子死んだらつまらんじゃないかな。子供は行きましたから、それで私はあと掃除しまして、それでやっと掃除終わったから、今朝早く子供が行きましたから、それで早く掃除ができたなあ思いまして、それで外へね出ましたんです。外へ出てこうしゃがんでなんて言いますか、門かぶりの松が上にありましてね、その下へしゃがんで、そしておりまして、隣の井上さんいう方がおいでてね、その井上さんはそこへ立っておられましたし、私はしゃがんでお話ししとったんです。そうしたら今の落ちまし空襲になりまして、それで原爆になったもんですから、私はちょうどしゃがんどるのとその炊事場が長くこうずっと出て影になっておりましたから、それで全然川なんか焼かなかったんです。光なんかは全然わからんのです、その時は。ただいっぺんに暗くなりました。そしてもうさーっと明るくなったら、もう家も何にも倒れて、それでそこら辺に白の木がずっと植えてありましたけどね、それ皆火がついておりました。それで裏のやっぱりうちのね家はぺちゃんとなっとるのを持ってって、そこの上は火がついておりました。それで水道はもう皆もう破裂して、皆水がどんどん出てました。そして私のところに置いとったなんか夜間がね、その爆風でやられたんでしょう、外の転がり出てましたからね。それ私が水をいっぱい入れて、その破裂しとったところの水を入れて、その家のところへかけましたら、それはやんばに消えたんです。そしてそうこうしておるうちにも隣の、おじさんなんかがみんな頸動脈をやられたりね、目の玉が飛び出たりしたのがもうね、佐々木さん助けてくださいよ言うてね来られました。それから今度はもう大手町の方からずっともう川が下がったのがね、皆ずっと来てでした。それで私は今のとにしゃがんどったのと真っ暗になったのとで、あれそしてひょっと明るくなってみりゃゲータも何をみんな飛んでいてなくなってた。それで何事が起こったんかなぐらいなことで、そうしたら大手町の方からみんなみんなここのところへ下がったのがね、みんなこれは大変なことだったんだなと思って、それが自分がそんなになっていませんから分からなかった。それですからもう隣の今のなんて言いますか、刑務所で取られるねおじさんなんかが、もうここの頸動脈がやられたのが血が出ますしね、そうしておばあさんは目の玉がみんな飛び出てね太りました。そんな佐々木さん何助けてくださいや言っちゃっても、その医療もないですしね、私もねなんかだったら少しは看護婦とか助産婦とか免許証持っとるかどうかしてあげればええんですが、それができんのですね。何にもそこね何もないですから、もう家は潰れてしまっとるし、本当もうその時のことを思ったらなんて言いますかね、もう
その夜はねもうですから野宿をしたわけですね。もう家も何も潰れてますからね。それで野宿して今度また明くる日にまた子供を探そうかな思って出かけようと思えばまた空襲になるんですね。それでなんて裏にねやっぱり一中の生徒さんで2年の人ごらんにいましたから一中の生徒どうしておりますかね言ったらあれはもう二の島へみんなね先生が連れて避難されましたって言われましたからまあそうかなと思って私もしばらく訪ねに行かんとおったんですが南大橋のとこまで出ましたらやっぱり前に知っとった奥さんがもうね死体を抱えてねそれでもう早う見つけ行ってあげなさいもうちなんかもうこの通りにもうね探してきたんですって死体をねそれで南大橋のとこまで出ましたらもう橋の下にずっともう死人がいっぱいなんです。それでもうずっと死体がずっとそうして今度もそれからもうまこと足の踏み場がないぐらい川のところのねそこ死体がいっぱいあるんです。そうして今度橋を渡って山中のとこまで出ましたね。山中女学校があそこにあります。そこまで出たらもう何にも跡形も何にもなく焼けてました。それで今度あれはどこら辺だったみゆき橋の方だったでしょうかね。穴が掘ってね深い深い穴が掘ってそこへねみんな各町村から出られた人でしょうね。それの中へ皆死体を投げ込んでおられるんですよ。でその時はもう全然怖いともなんとも思いませんのよね。その中へ死体を皆放り込んでおっちゃったです。それでまずまたうちの方からずっと歩いて私は船舶宇治の船舶司令部まで行ったんです。だけどもうその時はちょっともう暮れかかったようになってましたからね仕方がないですからもうその日は帰ってまた野宿をしてそれでまた朝出て行ったんです。出て行ってずっとその時に船舶司令部へ行った時にその奥さんとご主人とがおられたのがどなたですか言われたけ佐々木和彦です言うたらあれは死亡確実と出とりましたよってその方が言われたんです。それでそうすると学校に死亡確実が出とったんなら、学校行ってみましょうと思って私学校行きました。そしてね死亡確実は出て途半へ書いとるんですがどこに亡くなっとるのかわからんのですね。それで探してみてもわからんからまた日赤のところへ帰ってきたんです。それで日赤のところを探してもおりませんからね。そうするとまた私はずっと一中行ったわけなんです。それで一中行く途中に一中の塀が倒れたところへずっとなんて言いますか勤労奉仕に出られた方なんだろう思いますがね皆その下敷きになっとってんですね塀に。それで馬が死んどりますしね皆そんなんがねなっとりました。それからまた引き返して一中のプールのところへね私行ってみたんです。そしたらねなんて言いますかねそこにね亡くなっておりましたのがねそこに9人ほどね一女の生徒やら一中の生徒が9人ほどそこへ亡くなっておりました。それで私の方の子供もそこに亡くなっておりました。それでそこへねなん
言いますかね、そのプールの中へ、まあ暑いですからね、焼けますから、プールの中へ入っとったらしいの。先生が引き上げられたらしいです。後から先生がそう言われました。それでそこでまあ死んでおりましたから、それででもその髪は長くなっておりますしね、一2晩ぐらいの間にボーボーに髪が長くなっとるんです。それでまあちょっと腫れとりますしね、顔はもう腫れて、もう全然自分のこういうようなことは分かりません。それでまあ私も仕方がございませんでしょ。それだからそれでまあ私は一人ね、そこら辺に焼け残りのね木があったんです。それをまあみんな集めてきて、私は焼いたわけなんです。でもまあ本当ちょっとなんてわからんかったんでしょうね。まあそれを焼くのも悲しいとも思いませんしね。今考えるとようにこうなんて言いますか、おべえになってたんでしょうね。一つも悲しくも何もないんですから。まあそんなことでしたもんね。だからまあものすごい、まあちょっと言うたら、まあ私なんか地獄は知りませんが、生き地獄ですね。本当たくさんの人が皆一中の壁のところはみんなもう下敷きの跡ですしね。それでもう川の方にはみんなもうあそこへもう亡くなってですしね。だからまあなんですね、私はまあここしてからにおかげで生きておられますけどね。私はね夢を見たんですね。あれが亡くなってから夢を見て、まあねなんぼ追っかけてもなかなか追いつかれるのですね。暗いところをね歩いていくんですね。なんぼ私が追っかけても追いつかれるのですね。それでまあまだ小さいですから全然そういうような時の話もしてもおりませんしね。ですからのに成仏してくれたかどうかと思います。今もう息子さんの思い出っていうのはどんなですか？今はもう40年も経ってますから、まあなんて言いますか、まあ時にはね、あれがこう夜寝とる時にね、まあだったかなとかね、夜寝とる時私が一人でねそんなことを考えます。もう誰に話したところで分かりませんからね。それだから私夜休んどるとねそんなことを考えます。私はもうこの原爆だけは使ってほしくないですね。もうみんながいっぺんにねもう亡くなってしまいますわね。そしてもうあれをみんな大きなあの時の原爆は小さかったんでしょうが、まあ何ほどの原爆だったか私にはわからないですが、まあ今頃の原爆でしたら全部人類もなくなってしまうようなね、どこにおってもあれを使ってもらったら放射能とかあれでなくなりせんかと思います。それですから人間がおらんくなるんじゃないかと思いますね。なんてあんなものを使わにゃならんのかなと思います。
みんなどこの国へそれが落ちてもね大変なことだと思います。